2005年にマクラーレンが走らせた MP420 は最速の車でした。ですけども、シーズン序盤なぜあまり速くなかったのか、その後急になぜ速くなったのか、それにはエースドライバーのライコネンのドライビングスタイルも密接に関係していました。まずこの2005年シーズン序盤にマクラーレンが苦戦した理由なんですけども、ミシュランは摩耗に強い固めのケーシングとコンパウンドを投入。これが MP420 にとって最大のハードルとなり、開幕3戦、オーストラリア、マレーシア、バーレーンでは予選や決勝序盤でフロントタイヤが温まらず、ひどいアンダーステアに悩まされた。開幕3戦苦戦した理由は、レギュレーションの影響だったんですね。この年はレース中タイヤ交換をしてはいけないというルールだったので、ミシュランは非常に硬いタイヤを使っていました。マクラーレンはそのタイヤをいい温度でうまく使えなかったってことですね。あとはですね、そもそもこの MP420 という車の特徴を少しだけ紹介しておきたいんですけど、ゼロキールサスペンションの採用、モノコック下部の突起を排除し、フロントノーズ下の気流をシャーシ底面及びディフューザーへ一切の邪魔なく流し、莫大なグランドエフェクトを生み出すという作りでした。ゼロキールっていうのはこのフロントノーズの下側、後ろに出っ張りが何もない。なので空気の流れが非常に良くて、結果として強いグランドエフェクトを生む、強いダウンフォースを生むっていうことですね。空力は非常に優れているマシンだということです。弊害というか、マシンのちょっと不都合な部分として、フロントサスペンションのアーム取り付け位置やジオメトリーが変更された結果、フロントタイヤに荷重を乗せて効率よく発熱させることが困難になった。前年の車までとジオメトリーが全然変わって、タイヤを発熱させるのはちょっと難しい作りにはなってしまったということのようですね。それも硬いミシュランタイヤを温められなかった一因ということなんでしょう。バーレーン GP 終了後、ヘレスに MP420 を持ち込み、テストドライバーのペドロ・デラロサとキミラ・エコネンが連日走り込みを行った。第3戦のバーレーンが終わって、スペインのヘレスサーキットでテストを行ったんですね。ヘレスで変更されたセッティング。1、フロントのロール合成の引き上げ。フロントのスプリング&アンチロールバーを従来より硬い方向へシフト。ターンイン時のフロントのロールを極限まで抑え、キャンバー角の変化を最小限に留めることで、タイヤの接地面積を一定に保つセッティングとした。タイヤを温められない、その対策として、フロントのロール合成を引き上げたと。で、足回りを硬くして、キャンバー角の変化も抑えた。とにかくタイヤの接地面積が変化しないようにしたということですね。で、2、ジオメトリーの最適化。フロントサスペンションのアッパー&ロアアームの傾斜角を微修正し、ブレーキング及びコーナリング時、フロントタイヤのトレッド面全体に強く荷重が瞬間的に加わるよう変更。滑らせて温度を上げるのではなく、ゴムの内部を揉む、ケーシングを動かすことで発熱させるアプローチへ転換した。これは要するにタイヤを潰して発熱させるって言えばいいんですかね。それを強くしたっていうことですね。前に紹介したアロンソのドライビングはフロントタイヤをこじるようにハンドルを切ってアンダーステアを出すことで発熱させていましたけど、マクラーレンは全く違くて、とにかく強い荷重がかかってフロントタイヤが強く潰れるようにしたっていうことですね。この開幕からこのテストまでの技術的な問題に対してパディ・ローさんはこう語ってます。開幕3戦における最大の課題はワンアタックやレース序盤でミシュランタイヤの動作温度域に素早く入れることができない点にあった。ヘレスではサスペンションのキネマティクスとメカニカルグリップのバランスを再評価し、タイヤ内部へダイレクトにエネルギーを伝えるセットアップを確立した。これによりタイヤ摩耗を犠牲にすることなく、ウォームアップ性能を劇的に改善できたんだ。ここでパディ・ローさんもやっぱり言ってますね。タイヤを摩耗させないでタイヤを温められるようにしたと。サスペンションのキネマティクスイコールジオメトリーの変更とサスペンションセッティングの変更と考えればいいでしょうかね。それを新しくしたっていうことですね。で、テストドライバーのデラロサはこう言ってます。バーレーンまでの MP420 はタイヤが温まるまでまるで氷の上を走っているかのようなひどいアンダーステアだった。しかしヘレスで
フロント周りの幾何学的な変更と硬いセットアップを試した瞬間一変した。ステアリングを切った瞬間にフロントが吸い付くように反応し、1周目からタイヤがグリップし始めたんだ。デラロサさんの説明は非常にわかりやすいですね。改良前はタイヤが温まらないと氷の上を走ってるようなアンダーステアだったと。だけど改良後は、1周目からタイヤがグリップするようになったと。すごい改善ぶりですね。何しろこのテスト走行で試した新しいセットアップというか、足回りの使い方がうまく決まったわけですね。これでシーズンその後、速くなったわけですけど、ここまではずっと車の話をしてきました。で、ここからやっとライコネンのドライビングの話になるんですが、そもそもライコネンのドライビングっていうのは基本的にどういうものなのかっていうのを見たいと思います。ライコネンのドライビングスタイル。1、圧倒的に滑らかなステアリング操作と高いボトムスピード。タイヤを傷めない走り。急激なステアリング入力を行わず、コーナーリング中にタイヤをスライドさせない滑らかなライン。タイヤの表面温度を均一に保ち、過剰な摩耗を防ぎながら高いコーナーリングスピード、ボトムスピードを維持する。ライコネンは車をスライドさせないんですね。基本的にグリップ走行っていうことなんでしょう。タイヤの表面温度を一定に保ってるので、タイヤが摩耗しないと。で、あとはコーナーリングのボトムスピードが速いと。その辺が特徴なんですね。フロントエンド、フロントのグリップへの異次元のこだわり。フロントが逃げるアンダーステアを極端に嫌う。マシンがターンインで素直に向きを変えることを何より求めた。フロントの応答性が鈍いと本来のスピードを発揮できなかった。これはさっきの1番と密接に関係してると思うんですけども、ライコネンは車をスライドさせたりはしないので、フロントがきちんと曲がってくれないと困るわけですね。アンダーステアでは彼の本来の走りができないんですね。彼のドライビングスタイルからすると、フロントタイヤからのインフォメーションっていうのが非常に大事になるんだと思いますけども、そのフロントのインフォメーションに対して彼はとてもこだわりがあるようで、2012年の話になっちゃうんですけど、F1 に復帰してロータスで走った時、その強いこだわりがわかるエピソードがありました。フロントフィードバックの強いこだわり。2012年の開幕前からパワーステ機構への強い不満を表明。フロントが何をしているのかわからない。チームはライコネンのためにギア比、アシスト圧、摩擦抵抗をミリ単位で調整した専用のステアリングラックを何パターンも製作してテスト。数千にわたる試行錯誤を得て、ライコネンの要望に 100% 応えるパワーステが完成。その後、本来の速さを発揮した。ここまでステアリング機構にこだわる、フロントタイヤからのフィードバックにこだわるっていうのは、本当にアイルトン・セナに匹敵するレベルだと思いますね。ロータス 100T の動画で紹介しましたけども、セナはステアリングのボールジョイントの抵抗であるとか、それによって伝わってくるフィーリングっていうのにすごい厳しくて、なかなか満足しなかったっていうエピソードを紹介しましたけど、それと同じですよね。パワステを何個も作ってやっと満足したってことですよね。でもライコネンがすごいのは、復帰した年からすごい早かったですよね。やっぱりそこが普通のドライバーじゃないなと思いますね。何しろこのようにライコネンっていうのはフロントタイヤのインフォメーション、フィーリングっていうのが命だっていうことですね。それによって彼の速さが作り出されているということになります。話が戻りまして、MP420 が改良されたことによってライコネンは能力を発揮することができました。フロントタイヤが素早く発熱し、狙い通りのフロントグリップが得られるようになったことで、ライコネンの鋭いクリッピングポイントへのアプローチが可能になった。さらに彼のスムーズな操作は、2005年ルールのタイヤを持たせるという条件と完璧に合致し、レース終盤までタイヤ摩耗を抑えつつ、圧倒的なファステストラップを連発する走りを生み出したということになります。マクラーレンのマシンは序盤問題があったわけですけども、それはライコネンのドライビングにとっても命取りな問題でした。でもその問題が解決したことによってライコネンは彼本来の速さが発揮できるようになったし、2005年タイヤが交換できないっていうレギュレーションに彼のスムーズな走りもぴったり合致したわけですよね。文章の最後に書いてあるレース終盤まで摩耗を抑えてファステストラップを出す、これは最終戦の日本グランプリなんかそんな感じだったと思うんです
ですけど、最後の最後まで速いですよね。一番最後にタイヤが持たないとか、ライコネンのドライビングスキルでは起きないっていうことですね。まあ、こんな感じで2005年、ライコネンが乗った MP420 が最速だったのは、そもそも、MP420 は空力的に非常に優れている。改良された足回りによって、ライコネンは彼本来の速さを発揮できた。さらに、タイヤに厳しいレギュレーションに対しても、彼のドライビングはぴったりハマって速さを存分に発揮できたということになるのかなと思います。2005年シーズンを通してライコネンのドライビングっていうのが理解いただけたかなと思います。前回作ったアロンソとライコネンの比較ができるかなとも思いますので、今回はここまでです。はい。いつも高評価、コメントありがとうございます。皆さん最近このドライビングシリーズの動画とっても楽しみに見てくれてる方多いみたいで、非常に濃い内容のコメントいただいてありがとうございます。レーシングカートのね、経験者の方がアロンソンのドライビング昔流行ってたよみたいなことを書いてくれたり、実践での経験者じゃないとわからないエピソードもたくさん教えてくれて本当にありがとうございます。まあ私も本当にレンタルカートですけど一時期乗ったことありますけど、ドライビングっていうのはもう本当に難しいものだし、ドライビングスタイルを変えるっていうのも恐ろしく難しいことですよね。私も乗ってる時にタイムが上がんなくて、じゃあ次回は運転を変えようって思っても変えられませんでした。もう体が拒んで無理でした。これが自分の力量なんだなって思いましたね。じゃあまた次回動画頑張りますのでよろしくお願いします。